ものすごいヒット商品でして、なんと累計200万個売れているという大ヒット商品で、表と裏とが別々の砥石が貼り合わせてあって、1個のが若干お得なので、こんにちは。貝印の切れ味チャンネル、いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日は辻さん、初心者の方でも使いやすい研ぎグッズのご紹介というところで、代表的で使いやすいと言われている、いくつか持ってきましたけど、これ白い棒に見えるんですけど、製品名がセラミックシャープナー。こういったものの総称でいうと研ぎ棒っていう言い方があって、これはセラミックでできてます。あとはシャープナー関係でいうとこの2つ持ってきてるんですけど、こちらがセラミック、そうですそうです。でこちらがダイヤモンドシャープナー、製品名。じゃあダイヤモンドの粒子がけつけられてると。そうそうそう。こっちはセラミックということなんだけど、研ぎの塗料が入っていないので、包丁を削る力がそんなに強いわけではないんですね。セラミックっていうぐらいなんで、ある意味瀬戸物というか、でそれに対してこっちは、塗料が入っていて、しかもその塗料が砥石に含まれている塗料の中でも最もその硬い塗料に含まれるダイヤモンドの、もちろん人造のダイヤモンドですけど、それが吹き付けてある。簡単に言うとこちらは汚れを落としたり削るというのを整える、削る力弱いけど、全然削れないわけでもないし、ってことですね。でこっちはダイヤモンドの粒子が入っているので、どちらかといえば削るという作業がちょっと傷みが強いものはこれで結構直せると。製品特徴というか形状をねちょっとアップで見てもらいたいんですけど、これ棒に見えて丸いように見えるんですが、ここ平らになってるんですね。なので使い分けができるみたいな感じです。なるほど。で普通の包丁だったらこの平らな面でやるとやりやすいと。なるほどね。で実はこのダイヤモンドシャープナーの方も裏表で若干形が違って、こっち側平らの面がある。でこっち側はこう R がついている。なのでやっぱりこれも裏と表で使い分けができて、で包丁のこの刃線がまっすぐなところだったらやっぱりこの平らな方でやればいいと。実際にどうやって使うのか、そうですね。辻さんちょっとやってみる。この時の当て方としては刃先に向かってこれぐらいの角度をつけないといけない。砥石の時にここ小指挟んでくださいって僕言ってるんで、それを踏襲するんであればここに小指が挟まるぐらいの角度でいいのかなと。できちんとこの端から端までちゃんと丁寧に研いであげるということで、この平らな面をまず端っこに合わせて、で根元の方に合わせていいですね。で、こういう動きとこういう動きを複合させて、こういう動きで、その時に角度がこうなっちゃったりこうなっちゃったりしないように、こういう、で慣れたらもうこんな感じで、で当然これ両刃の包丁ですので反対側も研ぐということで、顎のところから研ぎ棒の先端を使って当てて斜めに滑らせていく、こんな感じ。じゃあ今度このダイヤモンド粒子が含まれた金属の研ぎ棒ですね。角度15度ぐらいでこのままこういうことですね。なるべく研ぎ棒の全体を使ってあげた方が、一箇所だけそのすり減っちゃうとかダイヤモンドの塗料が剥がれちゃうってことがないように、なるべく全体、砥石もね使う時なるべく全体で研ぎましょうって言ってるんで、刃返りが出ますよね。出てますね。ダイヤモンドの塗料って一番硬いんでちゃんと研げるようになります。じゃあ今度反対にしまして、綺麗にバリ出た。ダイヤモンドの方は結構削れるのでバリが出ますんで、新聞にこすりつけるやり方で、新聞なければその雑巾とか古いデニム生地とか何でもいいんですけど、それでちょっとやってあげて、で当然削れてるんで金属の粉末がついてますから洗ってから使ってくださいね。これはもう全ての時に言えることなんですけど、じゃあ次は関間五六ダイヤモンド&シャープナーってかな、なんとものすごいヒット商品でして、パッケージに書いてあるんですけど、なんと累計200万個売れているという大ヒット商品で、なんでそうなったかっていうと非常によく研げるんですね。私こういう研ぎをやっていながら私が言うのもなんですけど、これ収納できるようにこうスライドできるような形になってまして、下に滑り止めの樹脂がついてますんで、
安定して置くことができるんで、これでここに1番2番3番と数字が書いてあるね、実は1番がこれ荒砥石ですね、で2番が中砥石、3番が仕上げ砥石っていうイメージです。あくまでもイメージね目安としては1番で10回で2番で10回で3番で5回研いでもらうということなんですけども、研ぎ方のコツとしてはこの顎と言われる角から切っ先と言われる先まで全体的にこう当たるようにする、まんべんなくね。でまず1番のところからこういうふうに顎がきっちりこう中に入ったのを確認してスーッと下に引いてもらいます。押し引きするんではなくて引き専用です。引いてもらって2回3回4回、これ音聞こえますかね。この音ちょっと目安で、これ以上きつい音とか出ちゃうと力入れすぎなんで、次に2って書いてる数字のところでまた同じように顎から先まで、垂直になってるのを確認して10回ですねはい、ずっと今見ながら数えてたんですけど大体でいいので、大体でただそれがね、倍になっちゃったりとか半分とかじゃなくて、9回でも11回でも大丈夫ですよって話です。で最後3番仕上げのところで5回っていうふうに言いましたんで、やるときに手前でやった方がいいかなと私は思っています。うっかりするとこうポンってなっちゃったりとかするんで、こういう手前の端のところでやるとここの空間が空いてますので、もちろん力入れちゃあれですよ、危ないですからね。この辺の手前でやると割となんていうのかな、やりやすくできるかなと。で例えば包丁がすごいもう年季が入ってる包丁で研いでここが少し短くなっちゃって、で短くなるってことはここが厚くなるってことなんですけど、そういった包丁だとやっぱりこの簡易研ぎ器では限界があるので、ちょっと切れ味がどうかなっていう時が実はあったりします。でそういう時どうするかっていうと、強くやるよりも10回10回5回やって切れなかったらもう1回ね10回10回5回、それ20回20回とかじゃなくて10回10回5回を2回繰り返すとか、そんな風にしたらいいのかなというふうに思っています。で、それでも刃がつきにくくなることは包丁の状態によっては起こりえますので、あくまでも簡易研ぎ器でございますので、ただし包丁が例えば新しかったりとか、包丁とこの相性がいいと言いましょうかだと本当びっくりするぐらいよく切れるようになりますので、ぜひ使っていただければということですね。次普段やってる砥石なんですけど、ここにこの2つを用意したのはちょっと実は訳があって、何かというとこういう横から見ていただくと分かりやすい、表と裏とが別々の砥石が貼り合わせてあって、一粒で二度おいしいというタイプのでお買い求めやすいというかな、ちょっとねこれとこれ考え方が違うんです。それでこの2つ持ってきたんですけど、どう違うかっていうと、こっちの昔からある方は中砥石と荒砥石って書いてあります。この中砥石と呼ばれるのが1000番で、荒砥石と呼ばれるのが400だったね。荒と中の組み合わせで、こっちが実はこの黄色い方が1000番中砥石で反対側が4000番なんです。中砥石と仕上げ砥石の組み合わせということなので、同じコンビ砥石と呼ばれるものなんですが、その組み合わせが違うよということなので、ちょっとご紹介したくてここに持ってきました。じゃあなんで荒と中と仕上げっていう組み合わせかっていうと、要はお使いになる方の考え方というか使い方というかなんですけど、荒砥石ってどういう時に使いますかっていうご質問に対しては、例えば刃がこぼれちゃっただとか、先端が欠けちゃっただとか、あるいは刃線と呼ばれるこの包丁のこの刃先のラインが崩れちゃった時に、たくさん削るために粗いので、そういう時に使うといいですよと言ってるのが荒砥石なので、一番身近な言い方をすると、刃こぼれっていつ起こるかわからないので、その時のために備えておいたらいかがですかみたいなニュアンスが、2個買うよりも1個のが若干お得なので、もっと言うと今まで刃がこぼれたご経験のある方はこれ選んでもいいのかなというふうに思います。じゃあ片やこっち何かっていうと、刃こぼれは今までしたことないなっていう方で、なおかつ中砥石で研ぎは切れるんだけどもっと滑らかに切りたいな、そういうのが必要な方
向けに、中砥石と仕上げ砥石っていう組み合わせがありますので、もちろん全てのいろんなことに対応したいなとおっしゃる方は、全ての番手をねご用意いただくのが一番いいんですけど、置くスペースもそんなにないし、そこまではいいよということであれば、こういったコンビ砥石もお考えいただいたら、でコンビ砥石として考える場合は刃こぼれに対してどうしようかとか、あるいは俺は仕上げでもっとやりたいからっていうようなところで住み分けたらいいのかなというところで、この2つを持ってきたわけですね。ということで今日は初心者の方というかな、これからいろいろやってみたい方向けのグッズの紹介をいくつかしましたね。このチャンネル、この動画がためになったという方はぜひチャンネル登録、面白かったという方もぜひお願いします。そして、できれば高評価で、ごめんなさい、ご返信ちょっとできないんですけれども、コメントも残していただけると非常に励みになりますよね。そうですね、いろんなコメントを見てこちらの方もまた勉強になったりするんで、そうですね、ぜひ。あとはこんなことやってほしいとかね、いろいろできることできないことがあるんですけれども、非常に参考になりますんで、ちょっと書いていただけると嬉しいかなということでございます。ということで今日は辻さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。また見てね。